こんにちは、としです。今回はバックヤードグライドの解説をします。この技はね、結構苦戦する人も多いと思いますし、自分もかなり苦戦しました。未だに苦手意識があるんで、バックヤードグライドの解説はするべきかどうかちょっと迷ってたんですけど、ちょっとやってみようかなと思います。技の形、姿勢とかっていうのは、トップレベルのプロの人のを真似てもらった方がいいと思うので、この動画はちょっと参考程度にしてほしいなと思います。はい、という感じで、今の映像だと、漕いでるパターンと、漕いでいないパターンと両方あったと思うんですけど、最初から揺らして、パンピングして、漕ぐっていうのはちょっと難しいと思うので、最初はもうただ両足で進むっていうのを、しっかり覚えた方がいいと思います。まず覚えておいた方がいい技についてなんですけど、ラードヤードは当然できてないといけなくて、そこからバックヤード、ラードヤードの状態から手を持ち替えて、左手を後ろにやってスカッフするっていうバックヤードができた方がいいです。ラードヤードができていればバックヤードはもうすぐできるはずなので、ここは特に問題ないと思います。練習方法が主に2つあるんですけど、1つは今の映像みたいにスカッフをしてから勢いをつけて右足をペグに乗せる。それで進んでいくっていう方法なんですけど、僕はこの方法でずっと練習してたんですけど、この練習方法のデメリットとしては、ちょっとね、スピードがあんまつかないんですよね。スカッフで蹴ったスピードってたかが知れてるんで、蹴った後に両足をペグに乗せても、あんまりスピードが出ないからちょっとね、バランスが若干取りにくいところはあります。でも、これで練習する人がほとんどなのかなと思います。で、もう一つの練習方法としては、スカッフせずに、ケンケンして、右足で地面を蹴って、ケンケンして、右足をペグに乗せるっていうやり方です。ケンケンで進むやり方の方が、スピードはつきやすいんじゃないかなと思います。解説のためにね、そのケンケンのパターンやろうと思ったんですけど、全然できなくて、ちょっと僕はそのやり方が苦手で、できなかったんで、やりやすい方法でやればいいと思います。初めて2フットのグライドをやるときって本当に難しいと思うんですよ。フロントの技だとハーフパッカーとか F トラックとかあるので、それを先にもう覚えちゃった人は、このバックヤードグライドも早めに覚えられるとは思うんですけど、初めて2フットをやる人にとっては結構難しいと思います。これは本当に根気よくやるしかないです。僕が感じてるポイントをちょっと紹介します。あくまで個人的な感想なので、もしかしたらもっと上手い人からすれば違うポイントがあるかもしれないんですけど、個人的に感じたものとして紹介します。まずバランスの取り方っていうのは、足首と膝と腰を曲げてバランスを取るのがメインになります。この中でも特に膝が重要かなと思います。二つ目、最近気がついたポイントなんですけど、腹筋にちゃんと力を入れた方が安定する気がします。腹筋というか体幹っていうんですかね。そこに力がちゃんと入ってないと、グラグラするというか、ふにゃふにゃする感じがして、やっぱうまくいってる時って結構腹筋にグッと力が入ってて、体がブレないように
なってるんですね。これは本当に重要なポイントなのかわかんないんですけど、個人的にはちゃんと体幹に力を入れる、腹筋に力を入れるっていう感覚は結構大切かなと思ってます。あと3つ目のポイントとしては、車体はあんまり傾けすぎない。まっすぐすぎてもダメなんですけど、やっぱり円軌道で走るんで、傾けすぎちゃうとすごい大変なんですよね。ラードヤードとかそのぐらいの傾け方になるとかなりバックヤードグライドで耐えるのはきついので、上手い人がどのぐらい傾けてるかなっていうのを見て自分のやり方と比較してみるといいと思います。あとは前かがみになりすぎないっていうのが大切です。バランスを取るときにどうしても前かがみになる瞬間っていうのはあるんですけど、トップレベルのライダー見てると、あんまりずっと前かがみになってる人いないんですよね。僕は結構前かがみになる癖がついちゃってたんですよ、長年。最近ちょっと矯正して直してはいるんですけど、前かがみになる癖があると、バランス取るのがすごい大変なんですよね。で、余裕がなくて次の技につなげるのが大変なので、やっぱりあんまり前かがみにならないように、できるだけ体は起こすイメージでやった方がいいと思います。バランス取るときは柔軟にしていいんですけど、基本のイメージとしてはあんまり前かがみになりすぎないっていうのが大切だと思います。前かがみになっちゃう原因っていうのは、自転車のフロントが下がりすぎてる時とか、あとは腰が後ろに下がりすぎている時、そういう時にバランスを取ろうとして前かがみになっちゃうんで、自転車を少し立てるとか、フロントの位置をちょっと上げるとか、腰が後ろに行き過ぎないようにちょっと腰を少し前に出すとか、そのあたりをイメージすると前かがみになりすぎるのを防げるかなと思います。僕は結構フロント下げすぎたりとか、腰が後ろに下がったりっていうのが多かったので、今はちょっと意識してフロントを下げすぎないようにして、骨盤をちょっと立てる感じにして、で、腹筋にも力入れてっていう感じで、ちょっと矯正してます。あとはハンドルの位置ですね。これはちょっと意見が分かれるかもしれません。これが正しいとはちょっと言えないんですけど、自分の左手で握ってるグリップ側のその位置が腰に近くなるような感じで90度切ってるような体勢になる人と、あとはあんまり切らない0度ぐらいの状態でキープしてる人、2パターンあるような気がするんですよね。その、中間の人もいるとは思うんですけど、両極端に言うとその2パターンがある気がして、自分は、ハンドルを90度ぐらい切って腰に近い位置にして、フロントを低く下げてた時期が長かったんですけど、そっちの方が安定しにくい気がしたんです。自転車に体を持ってかれるようなイメージがあったので、今はあんまりそういう風にハンドルを切らないようにして、ちょっと、0度とまではいかないですけど、ハンドルを切る角度をちょっと少なくしてやってます。ただ、上手い人の中でもハンドル90度近く切ってる人も中にはいたりするので、一概にこれが正解っていうのはちょっと言えないところです。でも大切なのはどの位置がいいかっていうのを自分で確かめたり、次の技これにつなぐんだったらこの位置がいいなとか、いろいろ考えながら試行錯誤してみるのがいいんじゃないかなと思ってます。あと左右のペグにどのぐらいの感じでその体重をかけるかっていうところなんですけど、これは正直あんまり意識してないです。多分左右両方同じぐらいの体重をかけてればいいと思うんですけど、やっぱりそこから次の技につなぐ時とかっていうのはどっちかの足に体重が偏るんで、左右均等にしてないとできないってわけじゃないとは思うんですけど、バックヤードグライドのグライド中は両足にちゃんと体重をかけてればいいんじゃないかなと思います。あとはそうですね、進行方向を意識するっていうのはいいかなと思います。まっすぐに近い軌道で走っていきたいのか、それともちょっと小回り目で行きたいのかとか、自分が行きたい方向を意識してた方が自転車の角度がちゃんとその通りになるんじゃないかなと思ってます。次に、バックヤードグライドの戻りですね。戻りは個人的には結構難しかったです。本当に戻りずっとできなくて、諦めようかと思ったこともあるぐらい、自分にとっては難しかったです。別の動画でバックヤードグライドの戻りっていうのだけをピックアップした動画をアップしてるので、そっちもよかったら見てみてください。ここでも一応解説はします。で、普通の戻り方を、解説します。流れとしては、左足を、ペグの端の方に持っていって、バリアルできるようにします。バリアルっていうのは、ここでいう自転車だけ動かすっていう動きなんですけど、左足をペグの端に少しずつずらしていって、左手で持ってるハンドルを前に持ってきて、右手でハンドルの右側をキャッチするっていう戻り方です。ここで難しいのが、左足のかかとがフレームに引っかかっちゃうっていうのが多いんですね。で、足がフレームに引っかかって持ってかれちゃって、ちゃんと回せないとかっていうのが結構、多いです。実際僕もそれでめちゃくちゃ苦戦してました。これちなみに足の大きさはほぼ関係ないです。もう足29センチとか30センチぐらいの大きい人でもこの動きはやってるので、足が大きいからできないっていうのはないです。ただペグの長さがあんまり短すぎるとちょっと難易度は上がると思います。
足の大きい人だったら、ちょっと長めのペグにしてみるといいかもしれないです。あとはペグの形状も、普通のペグでも全然できるんですけど、足がそのキャップみたいなので、丸まってるようなタイプの方が、どちらかというとやりやすいですし、スニーカーの裏側もね、そのキャップタイプ使ってる方が削れにくくて、費用的にもいいかなと思います。キャップタイプじゃない、削れたペグでずっとやってると結構ね、スニーカーの裏が削られちゃって、早めに交換しなきゃいけないとかっていうこともあります。ポイントとしては、まずは、できれば、インサイドペグ入りを覚えておいた方がいいです。インサイドのペグ入りずっと走れなくてもいいんで、ちょっとだけ、もう数秒だけでもいいんで、耐えられるようにしておいた方が、この戻りはやりやすくなります。やっぱりね、戻る瞬間に一瞬そのインサイドペグ入りの姿勢になるんで、やっぱそのインサイドペグ入りが安定してた方が、ブレずに、安心して戻れるんじゃないかなと思います。あと、これが、左足が乗ってる側のペグだとします。こう徐々にこうずらして端っこにやっていくんですけど、この状態でもいいんですけど、このぐらい傾けて、こう足で乗っておくと、ぐるっと回りやすいです。ここから、こうずらしていって、このままでもいいんですけど、ここからちょっと、極端に言うともう本当にこうなる感じですね。もう横に乗るぐらいのイメージ。実際は、このぐらいでいいんですけど、もう横に乗っちゃうぐらいのイメージで端に乗せておくと、ぐるっとこう回りやすいです。あとは、この動画みたいに、かかとを軽く上げる感じ。これは本当に思いっきり意識しなくてもいいんですけど、ちょっとグッてかかとを上げるような動きをした方が、フレームに引っかかりにくいかなと思って、僕はそれでやってます。もう一つは、車体を傾けすぎないこと。タイヤですね。その地面に設置しているタイヤを、あんまり傾けすぎない方がいいかなと思います。まっすぐ立てろってわけでもないんですけど、傾けてるよりは、まっすぐ寄りの方が、戻るときスムーズに戻れる気がします。他の技につなぐときは、また別の話になると思うんですけど、戻ることだけを考えれば、タイヤは傾けすぎない方が、安定して戻れると思います。これは結構大事なポイントなんですけど、体の姿勢ですね。姿勢をできるだけまっすぐにしておく。その戻る直前にですね。これは僕がずっとできてなくてつまずいてたポイントなんですよ。結構前かがみになって、すごい低い姿勢でバックヤードグライドをやるのが癖になって染みついちゃってたんで、それを直すのにすごい時間がかかったし、それが悪いって気がついてなかったんですよ。やっぱり姿勢を、ある程度ちょっとまっすぐにして、もうピーンとまっすぐじゃなくていいんですけど、ちょっと姿勢を良くしておいた方が、そのハンドルをグッと前に持ってきた時でも、スッとこう戻りやすいです。これは今でもかなり意識してます。続いてパンピングについてなんですけど、パンピングっていうのは漕ぎのことですね。このパンピングが覚えられると加速ができて次の技にもつなぎやすいし、単純にそのパンピングかっこよくてやりたいなって思う人もいると思います。バックヤードのグライドがある程度走れるようになったらパンピングも一緒に練習していくといいかなと思います。いずれ必要になると思いますので。すごい難しい内容なので、ちょっとここでは省かせてもらいたいなと思います。またちょっとできそうだったらいつか別の動画で解説したいと思います。正直僕も頭で考えてやってるところはなくて、もう本当に普通の自転車のペダルを自然に漕いでるのと同じような感覚で、自転車のペダルをどういう風に漕いでるかって、頭で考えてやってる人いないと思うんですよね。で、練習するときも右足にこのぐらい力を入れて、このタイミングで左足に力を入れてとかって多分考えないと思うんですよ。もうひたすら自転車を漕ぐ練習をしてできるようになるものだと思うんで、このパンピングに関してももうそういうものだと思うんですよね。頭じゃなくて体で覚えるものだと思ってます。僕も別に誰かに教わったわけじゃないので、ちょっと試行錯誤してやってみてほしいなと思います。何かポイントがもし見つかったらまた解説しようと思います。続いてセッティングですね。セッティングはこのセッティングじゃないとできないとか、このセッティングだったら絶対うまくいくとか、そういうのはないです。ただ、ちょっとこれだとやりやすいかな、比較的やりやすいかなっていうのはあるので、ちょっとそれを紹介しようと思います。基本的にフロントタイヤが浮いてる状態でやるので、フロントは軽い方が疲れにくいですね。自転車に体を持ってかれにくいっていうのがあるので、フロントは軽ければ軽いほど、楽なんじゃないかなとは思ってます。もちろん重いからといってできないわけではないです。特にその体から遠いもの、例えばタイヤとかオイルとかペグ、あとはフォークもそうですかね。その辺が重ければ重いほど体が持ってかれやすいのかなと思います。またハンドルバーの高さと幅ですね。これに関しては、他の技との兼ね合いもあるんですけど、このバックヤードに関してだけ言えば、ハンドルバーの幅はちょっと短めで、ハンドルの高さも低い方がやりやすいと思います。
ハンドルバー低い方が、やっぱりその体に近くなるんですよね。フロントが全体的に体に近くなるんで、やっぱりこう自転車に体が持ってかれにくい、ブレにくいっていうところがあるので、ハンドルバー低めの方がやりやすかったです。実際比較してみてやりやすかったんですけど、ただ他の技で、そのタービン系とかっていうのをやるときは、ちょっと高めの方が良かったりするんですよ。なので、僕はちょっとそのバランスを考えながらセッティングしてます。でハンドルバーの幅も同様で、長すぎるとその後ろから前に持ってくるときにもう若干大変だったりするんですけど、ハンドルバーの幅が狭すぎると逆にそのタービン系のトリックとかっていうのは大変になるので、このバーの高さと幅は本当に他の技との兼ね合いで変わるので、バランスを見てっていう感じです。次にタイヤですね。タイヤの太さと空気圧。タイヤの太さは結構好みで違うんだなっていうのは最近よく分かってきました。僕は基本的には 1.90 をおすすめしてます。1.90 は 1.75 とかと比べて地面への接地面が広いんで、1.75 と比べれば安定しやすいです。ただ 1.75 の方がその地面との接地面が少ない分、減速はしにくいと思うんですよね。そのどっちのメリットを取るかなので、ちょっと難しいんですけど、最初は安定感を取って 1.90 とかでいいんじゃないかなとは思ってます。でも僕は最初の頃そういう違いが分からなかったんで、もうずっと 1.75 しか使ってなかったです。でも今は 1.75 より 1.90 の方が個人的にはやりやすいです。トップレベルのライダーでも 1.75 使ってる人はいるので、こっちだからできるできないっていうのはないと思ってます。空気圧も、これもね、空気圧も難しいんですよね。自分は今80から90ぐらいでやってます。昔は本当にマックスまで入れてたんですよ。110とか120ぐらいまで入れてたんですけど、今はバランスを見て、滑りにくさっていうのを考えて、ちょっと気圧落として80から90ぐらいで様子を見てます。これもちょっと変わるかもしれないです。基本的には空気圧高くすればするほど丸くなって硬くなって転がりが良くなるんですよね。減速しにくくなります。ただその分傾けた時の滑りやすさっていうのもちょっと出ます。逆に空気圧が低すぎると、例えば40とか、60ぐらいのちょっと低めですよね。そのぐらいになると滑りにくいんですけど、ただ転がりが悪くなって減速がしやすくなります。どちらもメリットデメリットがあるので、そのバランスを見ながらいろいろ調整してみるといいかなと思ってます。あとペグですね。ペグはさっきちらっとお話はしたんですけど、やっぱりキャップがついてるやつとか、先端がちょっと丸みを帯びてるやつの方がやりやすいですね。長さに関しては僕は115ぐらいの長いのも試して、100ミリぐらいだったかな。すごい105ミリとかのすごい短いのも試してみました。その短いペグの方が確かにかかとが若干引っかかりやすかったんですけど、もう慣れたらできたので、短いとできないっていうわけでもないとは思ってます。ただ、このバックヤードグライドの戻りだけを考えるんだったら、長い方が引っかかりにくいんで、練習するには長い方がいいのかもしれないです。ペグの太さはもうほんと好みでいいと思います。結構太めのペグの方が好きって人もいれば、細い方がいいっていう人もいるんで、ここは全然好みでいいと思います。最後のまとめです。ポイントとしては、姿勢とハンドルの向きに注意するっていうのと、あとバランスは足首と膝と腰でバランスを取るっていう感じです。車体を傾けすぎない。あとフロントの位置もですね、低すぎない方がいいかなと個人的には思ってるので、それもちょっといろいろ試してみてください。この技は結構ね、最初とっつきにくいというか、本当に練習が大変です。地道です。そのバックヤードのスカッフから勢いつけて練習する場合は、そのスピードがつけにくいんで、できれば滑らかな路面で練習した方が感覚がつかみやすいかなと思います。そのザラザラでゴツゴツだったりとか、そのブロックっぽい路面でやるよりは、滑らかなベニヤでもいいですし、石畳みたいなところでもいいんですけど、滑らかなところでやった方がバランスをつかむ感覚っていうのが取りやすいかなと思うので、もし路面も選べるんだったらいろんな路面でやってみてほしいです。実際にバックヤードグライドを使ったルーティンとかバリエーションを紹介したいと思います。
解説は以上になります。もしよければチャンネル登録と評価よろしくお願いします。あとブログ型のサイトもやってますので、そっちも見てもらえたら嬉しいです。なんか使ってみたパーツのレビューとか雑貨、スニーカーのレビューだったり、バックパックとかクッキーでとか、あと全然関係ない雑貨とかも紹介したりしてるんですけど、そっちの方が YouTube よりは更新頻度が高いので、もしよければ見てもらえたらなと思います。ちょっと YouTube の方更新頻度が少ないんですが、引き続き見てもらえたら嬉しいです。では、ありがとうございました。